律神経失調症は治らないのでしょうか。ドクターハッシーは内科医なんですけれども、内科外来では次のような質問を多く受けます。先生、なんでこんなに症状があるのに検査は正常なの？先生、こんなに辛いのになんで誰も分かってくれないの？先生、結局どうやったら治るの？そこで今回は自律神経失調症の症状や原因、そして治し方ですねをドクターハッシーのオリジナルの方法も一緒に含めてお話ししたいと思います。このお話が終わる頃には自律神経失調症に対するたくさんの悩みが消えていることと思います。どうぞよろしくお願いします。自律神経失調症にはたくさんの症状があります。なかなか治らない、とにかく辛い、なんだか眠れない、なんとなく胃の調子が悪い、なぜか胸が苦しい、胸がドキドキする、不安が強い、過呼吸になってしまう、しびれてしまう、頭痛がひどい、悩んでしまう、思うように体が動かない。こんなにたくさんの症状があるのはどうしてなんでしょうか。それは自律神経失調症が自律神経による症状だからです。それでは自律神経とは何なのか少し詳しく見ていきましょう。まず人間の体を見てみましょう。まず上からです。脳がありますよね。そして手足があります。そして内臓があります。そして脳は神経です。神経は体中、手足だったり内臓だったりに向かっていって鞭を打つように体を動かしています。では皆さんちょっと試してみましょう。手足を動かしてみてください。動きましたか？ OK です。では今度は内臓を動かしてみてください。できたらびっくりですよね。つまり内臓っていうのは勝手に自動的に、要は自律的に動いているということなんです。この内臓を自律的に動かす神経を自律神経と言います。この自律神経っていうのは勝手に自律的に動いてしまうので、例えばストレスとかを受けると自律的に勝手に内臓が変な感じに動いちゃうことがあるということなんです。これが自律神経失調症という状態です。ここで自律神経失調症はどうやって診断されるのかというお話をしたいと思います。日本心身医学会では自律神経失調症を次のような場合に診断するとされています。さまざまな自律神経症状が認められるということ、検査で身体疾患が見つからないこと、明らかな精神症状が見つからないこと、これらの時に自律神経失調症と診断されます。これつまりですよ、どんなにたくさん辛い症状があったとしても、検査で異常がない場合、これを自律神経失調症と言うんですね。ここで、検査で異常が見つからないんだったらそれって病気じゃないんじゃないのっていう方がいるんですけれども、これは大きな間違いです。検査で異常なしと言われるのは自律神経の働き自体を正確に検査できる方法自体がないということが大きな理由です。そして検査で異常なしと言われてしまうと、それって気のせいでしょとか、怠けてるだけでしょとか、大げさでしょなんて、こういうふうに気のない言葉をかけられてしまうこともあります。そういった心のない言葉だったり態度だったりが自律神経失調症の患者さんを苦しめている理由にもなっていたりします。自律神経失調症は検査結果だけでは語ることができない病気だということを多くの人に理解しておいてほしいと思います。では異常が見つからないのにどうやって治療すればいいのでしょうか。お答えします。自律神経失調症は自律神経が勝手に動きすぎてしまう結果、内臓が変な感じになっちゃうということをお話ししました。つまり自律神経が勝手に動いちゃう原因を取り除けばいいことになります。そして自律神経が勝手に動いてしまう大きな原因の一番大きなものはストレスです。今日はこのストレスの考え方を伝授します。
ストレスというのは自分が生きづらくなるもののこと、全てのことを言います。例えば交通事故は物理的なストレスですし、人間関係は精神的なストレスと言われます。人間は生きていると様々なストレスがあります。これは生きていく上で仕方のないことかもしれません。そしてここからが大切です。この生きていく上で仕方のないストレスとどのように向き合うかというのが最も大事です。ここでちょっとメンタルがすごく強い人を想像してみてください。例えばスポーツ選手だったり芸能人だったりでも大丈夫です。さて、その人が悪口を言われたとします。どうでしょうか。きっとその人気にもしてないと思うんですよね。ストレスっていうのは確かに強弱はあるんですけれども、それよりもその人の受け止め方というのがものすごく大事です。ちなみにこのストレスの受け止め方なんですけれども、ぶっちゃけ性格が大きく関係しています。そしてここからは私の印象なんですけれども、性格がいい人ほどストレスに負けてしまいがちです。ちょっとしたことが気になってしまう人、人の感情に敏感な人、それもいい人です。何度も何度も嫌なことを思い出してしまう人、それもいい人です。でもストレスに負けてしまいがちです。世の中はとても理不尽です。泣きたくなるようなことがたくさんあります。ちなみに性格が悪いやつほどいじめてきたりいじってきたり心のない言葉をかけてきたりします。そいつらが幸せそうにしてるとマジでムカつくこともあると思います。そこで今回はストレスに強くなる方法を3つだけご紹介したいと思います。もっと知りたいよという方は新しい動画をどんどん出していこうと思いますので、チャンネル登録をしておいてそれを楽しみにしてくださいね。では早速ですが1つ目です。1つ目は本をたくさん読んで知識をつけるという方法です。知識は武器です。知識があればあるほど自分に自信が持てるようになります。反対に心のない言葉がどんだけ間違ってるかっていうのも分かるようになります。性格の悪いやつらが大したことないっていうのも分かるようになると思います。ちなみに体プランの YouTube では医学の知識が身につきます。医学っていうのは人間の心と体の知識です。世の中人間だらけなのですごく役に立ちます。今度は2つ目です。2つ目は日記を書くという方法です。ただ書き方にコツがあります。それは嬉しかったことだけを3つ毎日書くことです。性格がいい人は人より早く嫌なことに目を向けて早めに対処してあげなきゃって考える人が多かったりします。それは周りの人にとってはすごく嬉しいことなんですけれども、自分にとっては時々負担になってしまいます。そこで普段から嬉しいことを探しながら生活をするという癖をつけていく必要があります。この癖がついてくると毎日がすごく楽しく見えるようになってくると思います。毎日が楽しく見えるようになってくると徐々に自分に自信がついてきてストレスに強くなってきます。ちなみにこれを自己肯定感と言ったりします。この日記に名前をつけてみたいと思います。ハッピー日記なんていかがでしょうか。ぜひ試してみてくださいね。3つ目は生活習慣の改善です。やっぱりなと思った方も多いと思うんですけれども、ちょっと誤解している方もいるので、ぜひ説明させてください。生活習慣っていうのは確かに食事と運動と睡眠なんですけれども、これ1日24時間の使い方なんです。この24時間がうまく使えるようになると目標を達成しやすくなったり楽しいことを見つけやすくなったり趣味ができたりします。そうするとまた自分に自信が持てるようになったりストレスに強くなったりすることができます。1日3食しっかり食べてしっかり定期的に運動をして夜はゆっくり休むという生活習慣を作りましょう。まずはこの基本からやっていくといいと思います。いかがでしたでしょうか。体プランではこのように日頃から知っておくとためになる情報を発信しています。もっと知りたいよっていう方や良かったなと思う方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。体プランではいつも難しい話になってしまうので最後は楽しいギャグで終わるようにしています。今回は謎かけを用意しました。いきますよ。日記とかけましてマクドナルドのセットと解きます。その心はどちらもハッピーでしょう。以上、体プランのドクターハッシーでした。ありがとうございます。